徒の期待を一身に受け立候補したマット。一方女子生徒の圧倒的な支持を受け立候補したポーラ。予備選挙での支持率は 40% と互角。こりゃあ参った。先行きが全く見えないこの選挙戦、こりゃ大変。果たして生徒会長に選ばれるのはマットかポーラか。以上選挙速報ケイティでした。 See you。 いいかい、今日の演説討論での公約が勝敗を左右するんだ。ありきたりの公約では相手に勝つことはできない。さあみんなで新しい公約を考えよう。はい、廊下は走るな。はい、教室はきれいにしよう。はい、お年寄りは大事にしよう。はい、寝る前に歯磨きしよう。ダメダメダメ、そんな公約じゃダメ。もっと新鮮かつ斬新な公約はないのか。例えば？そうだな、例えば壁は走るなとか。壁を走る人はいないよ。とにかく僕たちの生活は僕たちが作っていくんだ。より良い学校生活に必要なのは何か、みんなもっと真面目に考えようよ。みんな勝敗の鍵は公約よ。今までにない新しい公約を考えましょう。はい、遅刻をやめましょう。はい、トイレの後は手を洗いましょう。はい、お父さんお母さんを大切にしよう。ダメダメダメ、そんなの新しくないし公約って感じじゃない。じゃあどんななの？それだわ。ってことで朝食は抜かないってのはどう？それって個人の問題だわ。ダメか。何かいい公約は思いついた？はい、宿題は週1。テストは全部マークシート。夏休みは3ヶ月。課外授業はプロレス観戦とファッションショー。ダメだダメだ、そんな勝手なことを言ってたら学校生活がバラバラになってしまうよ。じゃあ楽しいことで学校を埋め尽くすってことでオッケー。何がじゃあだパラッパ。そんな漠然としたことじゃ公約としてまだまだだ。ダメか。できた。うん、できたわ。新しい公約。これなら全校生徒のハートはバッチリね。よーしできた。これだけ完璧な公約なら僕たちの勝利は間違いなしだ。いいかい、ポーラたちはこの話をどこかで聞いているかもしれない。十分注意するんだ。みんな静かに話しましょう。マットたちに聞かれたら大変よ。生徒会長か。もしも僕が生徒会長になったら。今期の生徒会長はパラッパに決まりました。イエーイ。やあみんな、僕パラッパ生徒会長に選ばれちゃったよ。あ、サニーちゃん。よし、みんな僕の公約を覚えてる？朝寝坊 OK。 お昼休みはたっぷり2時間。授業は音楽と体育だけ。宿題なし、テストなし、居残りなし、教室の掃除もなし。これがパラッパ流超ハッピーなスクールライフさ。イエーイイエーイ。生徒会長大変です。朝寝坊 OK なんて許せないって保護者たちから反対運動が起こっています。イエーイ。生徒会長、音楽と体育以外の先生から抗議文が届いてます。生徒会長、教室がゴミだらけで授業ができないと生徒たちが反発してます。昼休みの選挙運動はここまで。決められた時間外の運動は選挙違反とみなします。さあさあ、全員教室に戻った。ねえ TJ の予想だとどっちが勝つと思う？何が？選挙戦よ。マット？それともポーラ？マットかポーラのどっちか。だからどっち？キティはどっちだと思う？そうね、私はポーラかマットのどっちか。
場です。そのためにまず全生徒の学力レベルと体力レベルを引き上げるカリキュラムを作成し。それは違うわ。必要なのはカリキュラムより環境よ。だって教室が汚れていたらイライラして勉強する気にならないし、汚れた校庭や体育館では楽しくスポーツできないでしょ。逆に綺麗な教室だとリラックスして勉強に集中できるし、綺麗な校庭や体育館でスポーツするのって気分いいじゃない。だから私の公約は校内の美化。校庭をきれいにすれば学力体力とも向上するんだから、一挙両得でしょ。それは違うよ。え？校内をきれいにしたからって勉強する気がなきゃ成績は上がらないし、練習しなけりゃスポーツだって実力はつかないよ。やっぱり必要なのはレベルアップするためのカリキュラムだね。違うわ。違くないよ。違う。違くない。ねえねえ。ほら、非難し合う戦いはやめよう。人の意見を退ける強烈な考えの持ち主では生徒会長にふさわしくないよ。そうね、同感だわ。正々堂々と戦いましょう。素晴らしい光景です。両者一歩も譲らず言い争うのかと思われましたが、あっという間に和解しました。立派です。僕は宣言する。節水に心がけ、ゴミは捨てずにリサイクルしようと。あれ、今一つの反応だな。そして限りある資源を大切に地球に優しい暮らしをしようと言いたい。以上。では続きましてポーラの演説です。先ほどマットが言っていた環境保護には私も賛成です。そして私が生徒会長になったら校内の飲み水をすべてミネラルウォーターにします。あら、まばらな拍手ね。そしてゆとりのある。皆さん聞いてください。僕の第2の公約を。僕が生徒会長になったら宿題は週1、テストはすべてマークシートにします。そして課外授業は男子はプロレス観戦、女子はファッションショーにします。私の演説の途中なのに。みんな、私の公約の方がすごいのよ。私が生徒会長になったら食堂のデザートメニューを増やします。おすすめはかぼちゃプリン、いちご玉ねぎパイなどなど50種類にします。せっかく盛り上がってきたとこなのに。僕は椅子を全部マッサージ付きリクライニングチェアに変えます。私は豪華なスポーツジムを作り専属トレーナーを呼びます。廊下をすべて動く歩道にします。テーマパークを作ってジェットコースターを走らせます。学校にサーカス団を呼びます。学校に大型デパートを作ります。いやはやすごいことになってきました。両者の公約演説はヒートアップ。しかしジェットコースターにサーカス団に動く歩道にデパート建設、他にも何かあったっけ。いや、果たしてそんなことが現実に可能なのでしょうか。不可能です。熾烈を極めた選挙戦も今日で幕が閉じるのです。接戦かと思われたこの選挙戦ですが、昨日の演説討論会を終えて微妙に変化している模様です。ポーラ側には熱狂的な男子生徒ファンがつき、アイドルとして織り込もうとする運動も起こっています。一方マット側には強力な女子生徒ファンがつき、こちらも映画スターとして織り込もうとする運動が起こっています。両者の間で熾烈な選挙運動が続き、支持率は分刻みで大きく変動しています。ただいま入った最新の支持率は相変わらず 40% と互角。以上選挙速報ヘイティでした。 See you。 支持率は変わらずか。今日の応援演説でなんとか過半数を獲得しなきゃ。一体誰に演説を頼もう。ねえねえ PJ はどう？ PJ？ うん。ダメダメ。 PJ にはこんな重大な役目は絶対任せられないよ。もっと他に頼れる人はいないのかい？
成績優秀、貧困法制、しかも僕が人望があり応援演説したらやあ、僕パラッパ、マットの応援演説することになったんだ。パラッパあかっこいい、素敵パラッパ。サニーちゃん。あはん。ですね、いいよマットは。イエーイ。下手な人に応援演説を任せたら僕は負けてしまう。それでいいのか君たちは。パラッパー。誰に応援演説頼もうかしら。ねえ、誰かいい人いない？ PJ はどうかしら。 PJ？ ダメダメ、 PJ なんかに頼めないわ。もっと他に誰かいないの？野球部キャプテン。ダメダメ、口元達者じゃなきゃ。音楽部キャプテン。原稿そう。映画部キャプテン。自分の思い込みで語りそうだから嫌だ。誰も彼もいまいちね。パラッパタウンの演説王と呼ばれる彼。そうだ、彼しかいない。彼に頼もう。お、まさか彼に。誰を狙ってんのね。いた。あなたに演説お願いするわ。くっそー、一足遅かったか。僕の応援演説を快く引き受けてくれた PJ だ。みんな盛大な拍手を。さあ、この勢いで選挙戦に向かっていくぞ。今年の生徒会長は一体誰かしら。楽しみね。って PJ なの？これなら勝ったも同然ね。僕 PJ、 マットをよろしく。PJ もっと長く、もっと長く。僕 PJ、 マットをよろしく。ピシ。PJ、 しょうがない、小道具でも使うか。 PJ、 これこれ。マットをよろしく。素晴らしい応援演説でした。それでは続きましてポーラの応援演説です。どうぞ。ちょっと待って。すいません、少々お待ちください。どうだ、今さら何をやっても無駄さ。 PJ のおかげで僕たちの勝利は確実だ。お待たせしました。それでは改めてポーラの応援演説をしてもらいます。どうぞ。
ずるいぞポーラ。何もずるくないわ。ずるいじゃないか、 PJ を横取りするなんて。あら、応援演説に同じ人を使っちゃいけないなんて法則はないわよ。そんなのへりくつだ。へりくつじゃないわ。は見て、開票が始まったよ。どうだ見たか、やっぱり僕の方が盛り上がってたんだ。あら、どうやらこっちの方が盛り上がってたみたいね。全校生徒100名すべての集計が出揃いました。生徒会長は生徒会長は PJ です。90票集めダントツの1位です。我はキング PJ 王国の決まりを発表する。食堂のメニューはタダで食べ放題飲み放題、宿題なしテストなし週休4日制、朝寝坊 OK 昼寝も OK、 パーティーは毎晩クラブファンデー。すごい公約が生徒会会長より飛び出しました。生徒たちはすごい盛り上がりです。立候補していない生徒への投票は無効です。生徒会長選挙はやり直し。無効票多数により今年の生徒会長選挙はやり直しになりました。次回の選挙速報もケイティがお送りします。お楽しみに。 See you!充実した毎日いら
ゃったよ。ボクシーボーイが行方不明なんだよ。どっかに行っちゃったんだよ。まあいいや、なわけないじゃないか。次回は僕のせいだ